どうして完全無欠の星5評価をかましたイヤホンに、次回作とか出しちゃうんですか？もうインフレは終わってると思うんですよイヤホンレビュー。そんなわけで最初からなんかやかましいんだけど、何が起きたのかというと、個人的今年のハイブリッドの中で、トップを争うお気に入り、ヤニンカノンに、なんと2が出ちゃった、2とか出すような完成度でしたっけあなた？こんなにテンションがやたらやかましい理由は、ヤニンカノンが、僕の理想のハイブリッドの音を出すから、元気、誇張的な高音域、沈む低音域、はっきりした分離の中音域、全体的にはドライなのに、ウェットな雰囲気もこなせる万能性、そして、スイッチによって、その度合いを変更できる、あなたの好みに合わせてくれる、懐の広さ、なんて都合のいいイヤホン。まあ、その分お値段の方はこちらが都合を合わせる必要はあるけども。でも、初めて、この価格帯のイヤホンで、壊れたらフルプライスでも買い戻したいレベルのハイブリッドだった。元気な音もおとなしい音も、スイッチで自在にこなせる、優秀なヤニンカノンなんだけど、この度、フェイスプレートを刷新した、2が登場だ。2と入っても、微調整と側の変更だけでしょって？一番差がわかりやすいのは、スイッチ。初代ヤニンカノンでは3スイッチだったのが、今回は2スイッチに変更になっている。最近は低価格モデルでも、めちゃくちゃスイッチを搭載したモデルが多数登場しているんだけど、カノンが高級来たる理由は、このスイッチの調整にあった。カノンのスイッチの組み合わせは、死んでる組み合わせがない、3スイッチ9通りの組み合わせ、どれもしっかり好みに合う人がいる、細やかな調整が可能なスイッチだったんだ。それでいて、元々の音も結構元気めなところに、さらにモリモリに漏れるので、僕はカノンからスイッチ付きのイヤホンに対する期待値がガッと上がったくらい、その後に発売されるスイッチ付きで、ここまでがっつり音が変わって、かつ満足できる調整になるものはほとんどないな。今回は、そんなカノンの肝のスイッチが、全く別物になってる、ってわけ。また、画像ではわかりづらいんだけど、実はシェル形状も大きく変更になっている。カノン2の方が大柄ではあるけれど、体感の装着感に差はなかった。ハウジングはそれほど重量もないので、どちらのカノンも、快適に装着できるイヤホンになっているぞ。カノンとカノン2派、どちらもドライバ構成は同じ。1台のダイナミックドライバと、中音域2に、高音域2の、3ウェイの構成を持つ、5ドライバハイブリッドイヤホンだ。カノンでは、この構成を最大限活かした、分離感と厚みのあるサウンドが特徴だったんだけど、今回のカノン2で特に取り上げられているのが、ダイナミックドライバの進化。カノンはほぼ万能型のイヤホンだったんだけど、いくつかの同価格帯のライバルに比べて、低音側は結構あっさりとした印象がある。これは、カノン自体のキャラクターとして認識していたし、実際、力不足な感じは全くなかった。故に、カノン自体の性格なのかなくらいにしか感じなかったんだけど、今回のカノンには、カノンの基本性能を踏襲しつつ、この低音域にテこ入れをしたモデル。というのが、その正体みたいだ。低音域に意識を向けていると感じる部分はもう1点あって、実は、カノンには、カノンとスイッチの構成が変わっている、と言ったけど、高音域、中音域、低音域の強弱を調整するスイッチだったカノンと異なり、カノンには低音域側の調整に2つのスイッチを割いている。高音域側はより詰めた調整にして、低音域の分量だけ、好みでご調整ください、というスタイルに変わった、というわけだ。故に、カノンと比べると、あそこまで刺激的な高音域と低音域が同居した設定にはならない。より、洗練された、再現力などにも意識を向けた調整の中で、低音を多すぎるくらいから、適正量かなくらいまで調整できる範囲のスイッチ、という印象だ。結局のところ、いじれるパラメーターと、今回のテこ入れポイントが変わっただけで、カノンの、ハイブリッドらしい完成度、という面では、初代と同様な印象だな。ただし、いじれるポイントの変化でもお気づきになった人もいるだろう。今回は、カノンの強烈な高音域が好きだった人には、初代カノンの方が相性が良いと思う。逆に、カノンの高音域側スイッチを使っていなかった人、よりスケール感のある低音域を求めている人に向いていそうな設計だった。詳細な音の評価に行く前に、付属品についても見ていこうか。標準的なイヤーピース、高品質なケーブル、ポーチ、パッケージ内容自体は一般的な付属品がついてくる、シンプルなものという印象だった。特に、カノンで好印象だった、単結晶銅銀メッキケーブルはそのままだ。このケーブル、良質なものなので、ぜひ在庫の都合ではなく、自分が使っているプラグタイプのものを選んでほしい。付属ケーブルでもカノンの実力をバッチリと発揮できるぞ。スイッチ付きのイヤホンなので、ケーブルよりもスイッチがしっかり活躍してくれることもあり、リケーブルの予算は見積もらなくて良いと思う。イヤピはもうちょっと装着感の良いものが欲しくなるかもな。
というわけで、付属品はそのまんま、本体は、同じ 4BA1 ダイナミックドライバ構成なのに、かなり注視すべき場所の変わった、ヤニンカノンに、果たしてその音質は、まず、音質の基本的な評価としては、ヤニンカノンと同様、この価格を出費するのにふさわしい、高品質なハイブリッド型イヤホンだ。ただ、初期のスイッチ設定でも気づくんだけど、明らかにカノンより低音域の表現が重くなってる。カノンはもっと低音域側が引き締まりやスピード感重視の仕上がりだったんだけど、カノン2では押し寄せるようなサブベースや振動感が加わっていて、カノンと近いサウンドのはずなのに、その印象の違いだけで、かなり異なる感じ方のイヤホンに仕上げられているぞ。高音はハイブリッドらしくはっきりと聞こえる、中音域の分離感もカノン譲り。ただ、ベースからサブベースにより重みが出たことによって、カノンのようにはっきりとした改造感ではなく、全体がまとまった音に聞こえるようになったな。また、カノンと異なり高音スイッチもないため、やたらバキバキの低価格中華みたいなふざけた元気で楽しい解像度のサウンドにすることはできないので、その点は明らかにカノンと異なる、低音の表現力を重視して改良したコンセプト通り、表現力やスイッチの選択肢はそちらに偏った印象だ。2つのベーススイッチをオフにして、カノンのスイッチオフ状態に近い状態、スイッチによる選択幅は、大きく変化したと言えるだろう。じゃあ、スイッチの効果はというと、低音を大きくするスイッチ、3つ同時にオンにすると、低音をもっと強力にするスイッチ、なんだろう、やっぱり頭の悪いイヤホンって楽しいんだな。と再確認させられる、400Hz くらいまでの音域が持ち上がる仕様で、全体の改造感は下がらない。ただ、没感低音が主張してくる。初代カノンから低音を強化した、の文言通り、カノン2の低音は重量感が激増してるな。カノン2低音の重みを感じなかった人には、カノン2がおすすめとなるだろう。また、アフルのパフォーマー5のように、低音に説得力のあるイヤホンや、C オーディオの夢にあたりのハイブリッドからのステップアップにも、推奨できるバランスとなっている。低音を持ったより多い、とか少ない、といった時に、届いてからスイッチで調整できるのも良いな。本当に、カノンらしさを保ったまま、低音の重厚さを増したもの、というのが、カノン2のざっくりとした印象だ。低音はかなり分厚く近く、たっぷりとしたものに変化しているので、なんというかノーマルのカノンに対して、こってりオプションとか、チャーシュー麺みたいなポジションにいる、こってりしたサウンドが好きなら、カノンよりカノン2だ。一方で、高音域まで変化の幅があるカノンは、カノン2にそのまま代替される存在ではない、というのが結論だった。音色を整理しよう。高音域は、はっきりと聞こえる。ただし、前方に出てきて、高質、ドライさを押し出すほどじゃない。というか、低音域がいい塩梅に包んでいて、飛び出しすぎず、抑え込まれすぎず、といった塩梅だったな。それでも高音域側をはっきりと聞きたいなら、スイッチで低音を抑えると、しっかりと改造感のある高音域を楽しむことができるぞ。中音域。ボーカル帯は、低音域の印象に惹かれて、少しウェットになった気がする。低音に量感のあるカノン2の方が、全体的にスケール感とか、実存感があるんだけど、そのおかげで、中音域はカノン初代よりもしっかりと実存感のある聞こえ方。ただ、小型イヤホンでしか楽しめない、やたらハキハキとしたサウンド、という音作りのカノンもまた良い。しっとりとした表現や、声量のあるボーカルの再現力なんかはカノン2が勝るな。そして低音域、ここがカノン2の最大の変化点。明らかにサウンドに重み、空間、スケール感が出ていて、カノンのどこかあっさりとした引き締まりのある低音域とは異なり、しっかりと広がり響く低音域だ。なので、ホール演奏なんかを聞いた時に、こちらの方が重厚感や存在感を感じることができると思う。電子音楽なんかのとにかく深いサブベースの表現力も一気に上がったな。空間は適度に広いけど、低音に密室で響いているような感覚があるので、カノンより、聞こえている空間の壁が狭まった感じがする。距離が近くなったものの、違和感を感じるようなものではないので、快適に楽しめるはずだ。せっかくなので、似たような樹脂ハウジングのモデルといくつか比較してみようか。カノンは散々比較したけど、改めて、その他にも、アフルパフォーマー8と5、C オーディオ夢アルトラと、あえてフル BA のブレイブリー。それから、こちらも低音が特徴的な XENNS マンジアードトップと比較してみるぞ。まずは、先代カノンと比較しよう。カノンとカノンには、低音域を引き締め、スピーディーに鳴らすか、低音域を解放して、どっしりと重厚に鳴らすかの性格がかっちり分かれたイヤホンだ。どちらもしっかりバランスが取れているので、どんなジャンルの音楽にも合いやすいが、スケール感を求めて、自然に聴きたいなら、カノン2を、密閉型の小型イヤホンらしい爽快感を重視したいなら、初代カノンがおすすめだな。カノン2と構成の近い、アフルパフォーマー5は、比較の対象に挙げやすい一台なんだけど、実は、パフォーマー8が、初代カノンに近い強みを持っていて、パフォーマー5は、
このカノン2に近い、低音域の重みの強い持ち味を持っている。パフォーマー8は、初代カノンに近い、切れ味と空間の広さを特徴とし、パフォーマー5は、カノン2に近い、低音の広がり、量感と、全体の表現力を強みにする。ただ、カノンシリーズより真面目な大人のがパフォーマーシリーズだ。パフォーマー8は、道ごとドライバ数以上に、ダイナミックドライバのサイズが異なることが、全体の印象の違いにつながっている。空間が得意なパフォーマー8は、8mm ダイナミックドライバ。低音量感が得意なパフォーマー5は、10mm ダイナミックドライバだ。これと同じくらい性格が違う。カノンとカノンには、このドライバの違いくらい性格が違うぞ。また、低音をモリモリにできるカノンには、より色々ちょっと遊んだ音を楽しむことができるのが、パフォーマーごとの違いだな。まさにスイッチの旨味を重視するか、硬派に行くかでどちらを選ぶか決めると良いだろう。C オーディオからは、構成がちょっと少なく、お値段も少し安価な、夢アルトラと、ブレイブリー限定版を比較。ブレイブリーは、初代カノンの性格に近い。低音の量感、重みが苦手な人は、あちらが良さそうだ。ただ、初代カノンはスイッチで高音モンスターになれる差がある。低音に量感がありすぎるイヤホンが苦手な人は、カノンやブレイブリーがおすすめだな。低音が自慢のカノン2が対抗すべきは、LCP ダイナミックドライバを採用した、夢アルトラだ。夢アルトラの方が、ドライバ構成もあってか、高音側にハキハキした表現を感じられる。カノン2同様、重厚な低音域が合わさるので、このメリハリを楽しめるだろう。対して、カノン2の高音域は、夢アルトラより若干おとなしい。高音の突き抜けるサウンドは、夢アルトラの方が得意だな。ただ、低音の重みは、カノン2の方がある。空間全体に満ちるようなベースサウンドや、大編成の楽曲での迫力では、カノン2が明らかに有利だ。というわけで、個人的に、1万円超えたら5は好み、と思っているんだけど、カノンシリーズは、その好みにぶち当たった後も、スイッチの出来が良く、好みの変化や人との違いに調整を入れられるのが強いイヤホン。初代では、高音域から低音域まで、すべての強弱を選べる、素晴らしいイヤホンだったが、それがより低音域に特化した今作も、やっぱり素晴らしい。カノンの資産を引き継ぎつつ、また別のこだわりポイントに特化したイヤホンなので、低音の厚みのある、完成度の高いハイブリッドを探している人、たとえこの値段だろうが、あなたが惚れたなら、カノンには買う価値があるのだ。おすすめだぞ。といったところで今回はここまで。言ってなかったけどこのフェイスプレート超好き。